皆さんこんにちは、ゆりこです。今日は皆さんに大雨だからこそ楽しめるあじさい寺の過ごし方をご紹介したいと思います。実は昨日の夜から台風2号が発生した関係で天気が不安定。ちなみに台風は毎年1月1日以降最も早く発生した台風を第1号とし、台風の発生順に番号をつけて呼んでいきます。ちなみにこれはお気に入りのポスト。さて、台風には名前がつけられますが、台風2号に関してはセーパットとマレーシアが提案した名称が採用されたよう。今の時刻は8時15分。長谷寺の開門は8時なので、まだ人があんまりいないんじゃないかと予想しています。実は雨の日に長谷寺に行くことを決めたのも混雑が一つの要因です。台風の予報が出ている時に鎌倉にわざわざ来て台風を見ようと思う人は少ないはず。お願いだからみんな家にいて。そんな思いを抱きつつ長谷寺へと向かいます。すでに大通りには歩いている人がちらほらいます。目的地へと急ぎ足で向かいます。目の前には一組の親子だけ。長谷寺に着いたのでチケットを購入していきたいと思います。対面と券売機どちらもあるので好きな方をチョイス。私はこういう時券売機を選んじゃうんだけど、みんなはどっち派？スイカやカードを使えるのは嬉しい。入場料は400円。実はアジサイを見るためのチケットは別途かかるんだけど、まずは入場料をゲットしましょう。券を入手したら早速入っていきましょう。入ったらすごく綺麗な睡蓮の花が。こちらはハス。アジサイを見るためのチケットを購入するため、足早に階段を上っていきます。こんなところにかわいいお地蔵様が。挨拶をしたら登っていきましょう。今日も階段が多いなあ。こちらはマンチーケ。また後で戻ってきますが、今急いでいるので一旦先に進みたいと思います。今日はアジサイへのモチベーションが高いので、すごい速さで登っていきます。チケット売り場はもうすぐそこ。まだ8時20分からの当日券が売っており、無事購入。すごいですね。階段多いので気をつけてください。ありがとう。2回目で。そうなんですね。はい。今シーズンに。今シーズンに。もういよいよに終わりだと思って。前回来た時はまだ6部くらいで。そうでしたか。はい。今日は見れるといいです。ありがとうございます。さて、無事入場することができましたね。結構大降りの雨なので、片手にジンバルと傘、それからカメラを回しながら一眼で撮影するというのが難しそう。
はい、そして私の大好きな階段です。さて、長谷寺の説明を何もなしにここまで来てしまいましたが、少し説明させてください。正式名称は開光山寺松陰長谷寺。このお寺は奈良時代の天平8年に建てられたと伝えられていて、聖武天皇の時代には天皇のお祈りの場所にもなった鎌倉でも有名な古いお寺です。ご本尊は十一面観音菩薩像で、木彫りの仏像としては日本最大級の大きさ、高さ9メートルを誇ります。坂東33観音霊場の第4番札所としても知られていて、昔から東日本を代表する観音様のお寺として大切に信仰されてきました。お寺の境内は緑豊かな観音山のふもとから中腹にかけて広がっていて、四季を通じて花が途絶えることはありません。そのため鎌倉の西方極楽浄土とも呼ばれ、季節ごとの花木が訪れる人の心を許してくれます。境内にはさまざまなお堂があり、鎌倉の街や海を一望できる展望台もあります。眺望散策路を上がると、相模湾を遠くに望みながら、梅雨の季節には40種類、2500株ものアジサイが咲き誇り、その美しさは鎌倉でも屈指の景勝地として知られています。ちなみになぜこのようにアジサイが植えられたかというと、その理由はアジサイの美しさだけではありません。山を背負っている土地柄、斜面の土砂が流れることがよくあるそうで、土砂の流出を防ぐためアジサイを利用しているとのこと。アジサイの根はバラなどの他の花と比べて長く横に根を張りやすい。アジサイを植えることによって雨がたくさん降ったとき、斜面の表面の土が流れるのを防ぐ効果が期待できるよう。もともと三方を山に囲まれ、敵からの攻撃を受けにくい地形として、源頼朝が自然の要塞として幕府を開くことを決めた鎌倉。その地形がゆえに斜面が多く、土砂崩れも多かったそう。そんな中、アジサイは斜面の多い鎌倉の土地を守ってきました。子供の頃からアジサイが身近にあることが当たり前だった私は、毎日何万人もの人々がアジサイを見に来ることが不思議でした。でも大人になって、アジサイがどこにでも野生で生えているわけではないことに気づいた。そしてアジサイの花がもっと好きになった。でもアジサイは毎年7月になると多くの寺院で切られてしまう。それはアジサイは花期が終わった後も花は長く残るが、そのままにしておくと株の風通しが悪くなり、病害虫のリスクが高まるためである。また古い花が残っていると、植物は新しい花芽を作るエネルギーを得るのが難しくなる。だから
花器が終わった後は適切に剪定し、不要な部分を取り除くことが大切。この処理により植物は健康な状態を保ち、翌年も美しい花を咲かせることができる。また、アジサイの花のつき方には法則がある。それは今年に伸びた枝には翌年には花がつかないという特徴。今年伸びた枝の下に位置する昨年伸びた枝の付け根に花芽をつける。そのためアジサイの花は今年伸びた枝に2年越しで花が咲くという流れになる。さて、撮影を終えた後、お腹が空いてきた。でもこの時間多くのカフェはまだやっていない。それに前々から食べてみたかった長谷寺境内にあるレストランで食べられるもちもちのお団子を食べたい。でもオープンは10時かららしい。境内を少し散策してみましょう。数分前まで土砂降りだった雨がすっと止んで晴れ間が見えてきました。すごい天気の変わりよう。さっきまでの地獄のような雨はどこに行ったんだろう。残念ながら虹はないけど、傘をささなくていいのは嬉しい。さっき雨で撮れなかった動画を撮りに階段を降りる。でも少し雨がぱらついているので傘は必要かも。実は長谷寺には弁天窟と呼ばれる洞窟がある。弘法大師が訪れた洞窟として知られ、洞窟内の壁面彫刻は1967年に寄進されたもので、出世弁財天として信仰を集めている。この場所は弁財天や宇賀の神、16道士が祀られており、訪れる人々に開運や金運、学問成就など多岐にわたるご利益を授けると言われている。入ったらすぐに奉納用のろうそくを入手することができ、自分の使命を書き込みます。そしてこの神様にと決めた方にろうそくを差し上げてしっかりお願いしましょう。さて、こちらは弁財天様。もともとはインドのサラスバティという川を神格化した水の女王様。五穀豊穣や音楽や学問の神様として信仰されてきました。日本三大弁財天として知られているのは江ノ島、竹生島、宮島、いずれも海に囲まれた島で水に関係した土地に祀られています。そしてこの長谷寺の弁天堂も水辺にあります。ちなみに江ノ島にも洞窟があるので、今度別の機会に皆さんをご案内したいと思います。この弁天窟、ダンジョンをしているかのような気分になりますね。この洞窟が1000年以上前からあったということが驚き、最奥にあるのは岩壁に刻まれた弁財天像。そしてたくさんの奉納弁財天。
奉納弁財天を買うためお金があるか確認しましたが、残念ながらちょうどいい小銭はなく断念。出口に向かいます。外に無事出られそうでよかったです。久しぶりの太陽の光が眩しい。傘をさしましょう。面白いものを見つけました。こちらは獅子おどしといって、本来は鹿やイノシシなどの獣を追い払うための装置で、竹筒に水が溜まって傾き、石に当たって音を出す仕組み。そして、長谷寺ではもう一つ面白い体験ができます。それは、ここの場所で写経写別をすることができることです。毎日9時から1時までできるようなので、漢字が多くて大変ですが、やりたい方はぜひ。緑の多い美しい庭ですね。小さな滝も発見してしまいました。鯉と睡蓮がとてもきれい。太陽が出てきて少し暑くなってきましたね。こちらはふれあい観音。誰もが触れて拝み、ご利益を受けることができると言われています。実は目の不自由な方でも仏様の姿がわかるようにという願いから作られた観音像。さあ、再び階段を登っていきたいと思います。傘をささなくていいので、さっきより少しだけ楽です。でも、雨が止んだので、だいぶ人も増えてきましたね。こちらは先ほども来ましたが、卍池。なんとなくさっきより綺麗な花が飾られているような気も。台風の中、庭師さんたちが綺麗にしてくれたのかもしれません。さて、こちらは水掛地蔵。少し暗い話になってしまうのですが、長谷寺は水子供養で有名なお寺。水子とは流産、死産、または人工妊娠中絶などによってこの世に生まれることができなかった胎児や赤ちゃんのこと。こちらは千体地蔵と呼ばれ、子宝に恵まれない人が願掛けをして子供を授かると、お礼に新しい地蔵を奉納し、その結果数多くの地蔵が集まって千体地蔵と呼ばれるようになったという伝承があります。さて、今の時刻は9時50分。待ちに待ったお団子の時間がもうすぐです。こちらが開口庵です。
早速中に入ってメニューを見ると、大吉団子セットという文字が目に入ります。縁起が良さそうな名前なので、これに決めました。水分補給忘れてた。抹茶とお団子のセットでお願いします。はい、温かいお抹茶と冷たい。温かいお抹茶で。はい、かしこまりました。ありがとうございます。前にも言いましたが、どんなに暑い季節でもホットが飲みたい。こちらが窓から見える景色です。竹林と海と街の景色が素晴らしいですね。今から10年前にやっていた映画海町ダイアリーでは、ここが舞台になっていたと聞きます。今日も鎌倉は平和だなあ。さて、水分補給。写真と動画を撮るのに夢中で、数時間何も飲んでいませんでした。この景色はスマートフォンでも撮っておきたいくらい綺麗。長谷寺に来ることは何回かあったけど、このカフェがこんなに素敵だとは知りませんでした。こちらが出来たての大吉団子と抹茶のセットになります。鎌倉は基本的に観光地プライスですが、これで900円は悪くはないと思います。でも冷静に計算すると、この団子は一粒あたり50円の価値があります。でも見たことないくらい大きなお団子ですよ。まずは最初の50円いただきます。ちょっと待って、私の常識を超えるほど熱いお団子。10時オープンで出来たてのお団子だったに違いない。通常のみたらしのあんに比べて甘さは控えめで、独特の辛さが美味しさの秘訣かも。抹茶を飲んで一息つきます。みたらしの色も綺麗ですね。あっという間に150円分食べてしまいました。ボリュームは多いけど、お寺の中をたくさん歩いたのでお腹ペコペコでした。抹茶は飲みやすいくらいの苦さ。早起きしたのでカフェインが身に染みます。抹茶のマナーはいろいろあるけど、とりあえず泡も全部飲み干すことだけ守っています。今日は喉が渇くなあ。それにしても窓から見えるこの絶景、もはやこのカフェに来るために今日ここにいるのかもしれない。そんなことを思いながら、あっという間にすべてのお団子を完食してしまった。お店の外を出ると日傘を差している人がたくさん歩いていた。皆さん、今日のツアーはいかがでしたか？今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。ツアーのご希望の方はメールアドレスまでご連絡ください。
それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。